こんばんは、ゆうかです。先日突発ライブ配信でネイルを塗りながら雑談するっていう回をやったんですが、ネイルにもデカールが貼れることが判明しました。そっから1週間経ってるんですが、まだ右手の爪丸裸状態です。手元がお見苦しいかもしれませんがご了承ください。さて、今回作っていくのはこちら、じゃーん、30 minutes missions Verde Nova を作っていきます。どの通販でもすぐ売り切れになってしまって全然買えなかったんですが、先日仕事帰りに、これはビッグカメラに寄ったら普通に売ってました。意外と店舗の方が穴場なんですかね。30 minutes mission 作ったことないので、どんな作りなのかとっても楽しみです。それでは本編をご覧ください。早速開けていきます。ランナーは全部で6枚。思っていたより少なかったです。そして何より見てください。ポリキャップ。久しぶりに見ました。それと1枚綴りの説明書が1枚入っていました。ちなみにビッグカメラで1680円で売っていました。この30 minutes missions シリーズは初めて作るので、ここに載っているストーリーちょっと読んでおきます。地球軌道上に空間転移門ゲートが出現したスカイフォールから数十年が経過していた。未だ世界紛争は至るところで起きているが、ある兵器の誕生が近代戦闘の技術を一変させる。読んでみたけど全然わからない。まずは腕を作っていきます。パーツは片腕13パーツ。この手の部分のパーツが違うだけで他は同じ作りになっています。このシリーズは144分の1スケールということで、パーツ数も作業量もハイグレードと同じぐらいだと思っていたのですが、こちらの方が圧倒的に作りやすく感じました。初めてのシリーズのキットなのに組み立てにおいて解説することがないくらいです。はい、両腕ができました。8分で作れました。はわー、近くで見るとこんな感じ。かなりデザインもいいですね。そしてこの距離感だとよくわからないかと思うんですが、この至近距離で見ても合わせ目がパッと見わからないようになっています。この合わせ目全然わかんないです。すごい技術なんじゃないかなと思います。肩アーマーはこのようにここのくぼみを差し込むことで連結されているだけなので、すぐに取り外しができますし、この関節部分も覆われているカバーを外すことによってちょっと抜ける作りになっているので、塗装される方やミキシングしたい方にはすごい扱いやすい作りになってるんじゃないかなと思いました。次は頭です。一般機、式換機、特務機と3パターン作れるようです。一般機が4パーツ、式換機が4パーツ。ここを入れ替えると特務機になるようです。頭が一番最初の説明書だったみたいです。今気づいた。まあどっちでもいいよね。30分夢中になれる時間を提供する手軽で簡単なキットがコンセプトなだけあって、組み立てやすすぎます。うわ、めっちゃ簡単でした。頭が2つできました。こちらは一般機、こちらが式換機です。頭頂部と目の形が異なります。式換機の頭の上の部分を一般機に付け替えると特務機になります。皆さんはどのデザインが好きですか？私は丸い目のデザインが好きだし、特務機という響きもいいので特務機を選んで作っていこうと思います。次はボディと腰のパーツ、それぞれパーツ数が少ないので一気にまとめてやっていきます。ボディが9パーツ、腰が11パーツです。
このボディが9パーツはめちゃくちゃ少ないなと思います。ボディでやっとポリキャップが出てきました。これだけパーツが少ないと不安にもなってきます。作りやすさならハイグレードよりエントリーグレードの方が近そうです。はい、ボディと腰のパーツができました。前後の大きいパーツは合わせて上部にパイプパーツと首のパーツ、下部にウエストパーツがつくだけですごく簡単な作りになっています。パーツ数は少ないですが表面の情報量が多いので安っぽさは一切感じません。続いて腰のパーツ、こちらもパーツ数が少なくてこのようにスカスカなんですが、左右はしっかり動くし表面の溝や全体的な形状にもデザイン性を感じられます。2つ一気に作っても7分ぐらいで作れちゃうってかなりすごいですよね。今日のおやつはハーゲンダッツの彩り芋です。おお、中はマーブルになってます。秋だからお芋なんだろうけど、お芋のアイスってどうなんだろう、あんまり美味しそうに感じないんですけど、いただきます。お芋、甘さは結構控えめです。ハーゲンダッツなんで美味しいのは間違いないんですけれども、やっぱりアイスとお芋ってちょっとなんか相性が悪いような。これなら私はかぼちゃ味を出してほしいなと、思いますね。かぼちゃが好きっていうのもあるんですけど、期間限定らしいのでどんな味なんだろうって気になる方はぜひスーパーなどでチェックしてみてください。ごちそうさまでした。次は足です。片足17パーツ、左右とも全く同じ作りです。外装パーツが大きく関節パーツのみ細々した作りとなっているため、パーツ数の割にさっと作ることができます。塗り分けが少ない分簡単な構造にすることができるのかもしれません。はい、両足ともできました。細々したパーツが少なかったのでとても作りやすかったです。デザインも割とシンプルな方なのかなと思います。ただ足はこっちの方が前だと思ってたら意外と短い方が前だったっていうのが意外でした。この穴の向きを変えて腰につけるときに右足左足が決まるって感じみたいです。全く同じ作りなのも珍しいなと思いました。最後にバックパックを作っていきます。パーツ数は24パーツ、今まで作ってきた中で一番多いです。この機体はフライプタイプなのか、バックパックもそのような形状をしています。3mm穴が随所にあり、C タイプジョイントでつながっているのでカスタムしがいがありそうです。はい、バックパックができました。デザインがとても独特ですね。訂正、この上の部分つける場所間違えてて折り上がっちゃってます。後でお見せするポージングの時には修正されていますので、しばしこのままお楽しみください。このように銃が後ろが向いてる状態が通常飛行モード、銃をくるっと前に回してこのような状態が戦闘飛行モードとなるようです。これがなんだかコックピットみたいに見えるので、これだけでもこうやって飛行して戦えるっていうことなのかもしれません。全てのパーツができたので合わせてみます。ドッキングするときは今作ったこのバックパックばらす必要があるみたいです。コックピットみたいに見えてたものが胸につくみたいです。はい、ドッキングにちょっと苦戦しましたが、ベルデノバの完成です。先ほどの状態からバックパックの位置を修正して立たせてみました。足の裏が平らで長さがある分安定感抜群。足のフォルムがどっしりしているのも私好みでかっこいいです。こんなによっても合わせ目気にならないし、色数が少ないので部分塗装するだけでもさらにかっこよくなりそう。
3mm 穴がたくさんあるのでパーツの付け替えをして楽しむことができます。後ろの銃を前に回して腕に持たせることで遠距離戦闘型装備になります。バックパックがやや重たいのか腰が緩いのか、角度をつけるとこのように自然に元の位置に戻ってしまいます。銃は両腕に持たせることができます。この形状は高機動型装備となるようです。余談ですが、丸い目がもっと見えたら可愛いかと思ったのですが、全部見えちゃうと目玉の親父っぽく感じました。この隙間にかっこよさがあったのだと知りました。説明書にもカスタマイズが30 minutes ミッションズの醍醐味とあるように、公式サイトのギャラリーページには X で投稿されているカスタム作品が一覧で掲載されています。投稿参加型のイベントも開催されているらしく、結果ページの一部を見てみたら、こんなにカスタムの幅が広いんだとびっくりしました。魚っぽいのまであるし、こんなにすごいものは作れないけれど、まずは2つのキットを組み替えるだけでもミキシングの勉強になりそうです。私はノルマなので30分で組み立てることはできませんでしたが、ガンプラより安く早く作ることができるので、最近のガンプラちょっと高いなって方や時間がないけども活したい人にもぴったりだなと思いました。というわけで今回は30 minutes ミッションのベルデノバを作りました。これまでも30 minutes ミッションのシリーズちょこちょこチェックしてはいたんですけれども、重装備で私好みなので試しに買ってみるか程度に買ったんですが、めちゃくちゃ両キットでした。私の動画はガンプラ好きな人が結構見てくださっていて、他のキットあんま作ったことないって方もちらほらいらっしゃるんですが、ガンプラ好きの方だったら30 minutes ミッション1回は作ってみるべきかなと思います。絶対ハマる、絶対は言い切れないか、過半数以上はハマるんじゃないかなと思います。すでにこのシリーズたくさん作っているよって方は、おすすめのキットがありましたらぜひコメント欄で教えてください。最後まで見てくださってありがとうございます。今後もいろんなキット紹介していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンで応援いただけたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。この前と同じ体操教室に人生初のバク宙を教わりに行ってきました。こうして動画を見返すと終始楽しくてずっと笑ってる自分がキモいです。運動音痴の私がここまで動けるのは先生のおかげです。ありがたや。また行かなければ。